Go to the top! ジャムボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、JO1 公式 YouTube チャンネルより JO1 カバー、今日もどこかで超純喜オリジナル by 小田和正、こちらのですね、歌声解説をしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。いや、公開されたのはですね、結構1ヶ月ぐらい前かな。これね、解説動画出したいなっていうふうにね、ずっと思っていたんですけれども、思いのほか歌声解説動画のですね、撮影と編集が時間がかかってしまい、このタイミングになってしまいました。ただね、JO1 のボーカルチーム、純喜さんと翔さん2人のね、カバー動画ということで、かなりね、ハイクオリティなカバーになると思いますんでね、見るのが非常に楽しみです。今回解説する動画、まだ見ていない方、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが大好きな JO1、INI、MII、ラポネ所属アーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 JO1、翔さんと純喜さんが歌う今日もどこかで歌声解説していきたいと思います。じゃあ、歌い出しからいきますね。深い。歌声が深いですね。しっかりとね、胸腔共鳴の響きが使われている証拠ですよね。そして全体的にうっすらウィスパーボイス、息の音がね、声に混ざっていますよね。めちゃくちゃいい声、確認してみましょう。全体的に後ろに引いた感じのイメージでですね、声を出しているような印象を受けますね。声っていうのは後ろに引けば引くほど柔らかい声になって、前に出せば出すほど強い声になるっていう特徴があるんですけど、リーダーはですね、後ろに引いた感じの声でですね、ここの部分歌ってますね。次いきますよ。そしてこれからも。いや、いいね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 。で、さっき言いそびれたんですけど、胸腔の響きをしっかり使っている声なんですけど、鼻にも若干声がかかっているような、そんな感じの出し方ですね。鼻、鼻腔共鳴。こちらも使われていますね。確認してみましょう。何度も、何度も、そしてこれからも。いや、いいですね。めちゃくちゃいいですね。次いきますよ。おい。ちょっとね、早い段階で止めてしまいましたけど、子音の使い方。僕ね、よくね、歌声解説動画では、子音についてね、結構言ったりするんですけど、しっかりとね、子音の音までマイクに入ってますよね。もう一回聞いてみましょう。家行の子音ですね。数えの数え。で、次の切れないの切れない。すごく強いね、子音が入っていたと思います。次いきますよ。優しさに出会ってきた。すごいいい声。で、リーダーと純喜さんはですね、声の出し方で似ている部分があってですね、胸腔の響きがめちゃくちゃ安定してるんですね。歌だったり、声のね、土台って言われる響き、肺の中の空間をね、響かせて声を出すことをね、胸腔共鳴って言うんですけど、ここの響きがめちゃくちゃ安定してるので、それが歌声の安定感につながってるんですね。次いきますよ。今、笑顔の絵の音の前にエッジが入りましたよね。確認してみましょう。次。ほらほらほら。
笑顔みたいな感じでね、エッジが入ってますよね。このエッジボイスっていうテクニック、ここにある仮声帯っていう器官をですね、使って出す音なんですけれども、コントロールしようとすると難しいって思う方結構いらっしゃるんですけど、実はこれ日常生活で皆さん実は使ってるんですよ。それはどういう時かというと、咳払いをする時。これですね。咳払いをするときは、ここの仮声帯動きますので、もしね、エッジボイス使ってみたいっていうふうに思ってる方は、咳払いで練習してみると感覚つかむの早いと思うので、ぜひやってみてください。次いきますよ。消えてゆくのあたりは鼻腔に声をですね、通したような歌い方でしたよね。確認してみましょう。この後半のあたりとかね、鼻腔にしっかりと声が通っていたかなというふうに思います。次いきますよ。この後半のリーダーの声の使い方は若干小田和正さんのですね、声の出し方に近いような感じの発声方法だったかなというふうに思います。小田和正さんの声の特徴っていうと、やっぱりミックスボイスで高音をきれいに出すっていう風なね、そんな印象を僕持ってるんですけど、すごくリーダーの声の使い方が近かったかなというふうに思います。確認してみましょう。いいね。いいね。ほら。ここね、ミックスボイスですよね。地声っぽく聞こえるんですけど、この音域地声で出そうとすると、どうしても声にね、パワー感っていうのが乗ってきてしまって、こんなにふわっと歌えないんですよ。なので、ミックスボイスと言われる地声と裏声の中間の声、こちらの声を使っていますね。で、ミックスボイスってね、結構歌い手を目指す方、ものすごい練習するんですけど、実はこれね、なかなかできないテクニックで、でもミックスボイスに効くボイトレっていうのが実はあって、リップロール、この練習をですね、ひたすらやっていると、地声と裏声の要素っていうのがどんどんね、近づいてくるんですよ。混ざるというかね。で、ミックスボイスの感覚っていうのがつかみやすいので、こちらもね、気になる方、ぜひ練習してみてください。次いきますよ。ちょっと待って。すごくいい声でしたよね。小田和正さんの声の雰囲気を大事にしつつ、翔さんのパワーのある声をプラスしたような、そんな感じの歌い方でしたよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。すごいいいですね。で、小田和正さん風な雰囲気の出し方としては、先ほど言った、ミックスボイスでね、綺麗に歌うっていうのはもちろんそうなんですけど、全体的にしゃくりだったり、フォールだったり、ビブラートっていうのをあまりつけないっていうのもね、特徴の一つだったりしますよね。なので声がね、ものすごくストレートなんですよ。それがね、心にぐさぐさ刺さるというか、ものすごく染みますよね。次いきますよ。柔らかい。さっきのね、高いところとはまた違って、比較的ね、低い音域だったと思うんですけれど、そこをね、優しく歌うっていう感じの歌い方だったかなというふうに思います。確認してみましょう。これは後ろに弾きながら鼻に入れた声ですよね。そうすることによってこの柔らかさだったり温かみというね、そういった声質につながってるんだと思います。次いきますよ。すごい声が出ましたね。この声の出し方はね、僕の中の感覚だと、後ろに弾いた声なんですけど、もうね、後ろに弾いて、どこまで弾くかっていうその限界値みたいなのあるじゃないですか。それがね、胸にまで落ちてきてるような。なので、斜め下に向かって声を弾いて、その感覚プラス鼻にしっかりと声を入れてあげるみたいな。なので、こういう、わかるかな横向いた時に、こういう反発するような力が体の中心にあって、
その圧力で声を出すみたいなね、ちょっとね、ごめんなさい。説明がね、すごくわかりづらくなってしまったんですけど、すごく特殊な声の出し方かなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。すごい声の出し方ですね、純喜さん。僕はこの出し方でやると、めくりみたいな、こういう感じの、胸にまでしっかり声を引いて、でも出してる声は鼻に入れるみたいなね。こんな感じのね、出し方になってたんですけど、すごく特殊ですね。素晴らしいです。次いきますよ。ここも基本的にさっきの後ろに引いたイメージと鼻に入れるイメージっていうのは変わってないんですけど、音域が高くなったことによってしっかりと腹筋の力を利用して声を出してるんですよね。腹筋を声の支えに使っているというか、そうすることによって喉周りだったり、口周り、肩とかに力が入りにくいような体の状態になるんですよ。で、喉周りとか、ここにね、声帯ありますから、この声帯周辺の筋肉に力が入ってしまうと辛そうな声質になったり、聞きにくい声質になってしまうので、できるだけね、この辺は力が抜けてる方がいい声出せるんですよね。なのでね、素晴らしい発声法かなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。なんかね、後半もね、ちょっと泣きそうな感情表現というか、そこがね、ものすごくかっこいいなというふうに思いました。次いきますよ。これね、フレーズの語尾が少しだけフォールしてるんですよ。ここがすごくいい。よく聞かないとね、わかんないかもしれないんですけど、フォールっていうか、もう息の音をはっって吐いてるような、こんなニュアンスが入っていたと思います。確認してみましょう。ほら。許し合ってみたいな。こういう感じのね、歌い方かっこいいですよね。ものすごくね、感情が伝わってくるような歌い方。素晴らしい。次いきますよ。一瞬だけね、鼻腔の響きが使われているポイントがあったんですけど、その部分がね、すごく印象に残るような歌い方だったかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ここ。今ごめんなさいね。今そのポイントで喋っちゃったからあんまよくわかんなかったかもしれないんですけど、一番高い音のところら辺ですね。あの辺で鼻腔の響きが使われたので、声質がね、透き通ったようなニュアンスというか、キラキラしたようなニュアンスというかね、そういった声に変わったんですよね。そこがね、すごく素晴らしいなというふうに思いました。じゃあ次の歌い出しからいきますね。いいね。このね、喉の奥をですね、一瞬広げた声使ってたんですけど、はーみたいな、ちょっとだけクラシック要素が入ったような発声法だったんですけど、もう一回聞いてみましょう。そう、光が、みたいな、ちょっとだけね、そういう喉の奥を広げた感じが入っていました。そして前半はですね、全体的にスタッカートみたいなニュアンスかな。言葉と言葉の間にちっちゃい休符が入っているような、そんな感じの歌い方だったかなというふうに思います。次いきますよ。今ね、すごい音域差があるフレーズだったんですけど、ここで純喜さんどういう風な歌い方をしてたかというと、高い音も低い音も声を出す方向を同じ方向にしてあげるっていうね。例えば鼻の中に声を高いところで入れましたって言ったら、低いところでもしっかりと鼻の中に声を入れた発声方法を使ってたんですよ。これをすることによって、今低いところの音かなり低いんですけど、ここまで低い音域になると歌詞がね、聞き取れなくなっちゃったり、低い音だけ声質が重くなっちゃったりするんですよね。でも
純喜さんが今やったように高い音も低い音もしっかりと同じ方向に向かって声を出すっていう歌い方をすると、音域に関係なく声質がですね、ある程度均一化されるというか、これって実は歌を歌う上ですごい大事なことで、音域が変わって声質とかが変わってしまうと、高いところはこの人の声だけど低いところは誰の声みたいな感じになっちゃったり、あとね、音程がね、ものすごく取りづらくなってしまうんですよ。音域によってね、声を出す方向がこういう風に変わってしまうと。なので、歌を歌う上で安定した歌を歌うためには同じ方向に常に声を出すっていうイメージを持って歌うっていうのがすごい大事なんですけど、純喜さん今やってましたね。確認してみましょう。ここ低いんですよ。普通に歌うと、クーってなるんですけど、しっかりと上の方向、鼻に入れてあげると、クー、声質が軽くなりましたよね。軽くなったっていうことは声も聞きやすいし、歌詞も聞き取りやすいっていうことなんですよね。しっかりね、細かいところまでやってますね、純喜さん。次いきますよ。優しい声が。すべての、しっかり鼻に入ってますよね。で、すごくバランスが良くて、今ね、鼻に入れた声の質感がすごくね、特徴的だったので鼻って言いましたけど、実は胸腔も口腔も同時に使ってます。すごくバランスよく使っていて、3対3対4ぐらいの割合。で、鼻だけね、ちょっと目立ったので今ね、鼻っていう風に言ったんですけど、すごく安定していて、すごくバランスのいい声の出し方です。もう一回聞いてみましょう。いいね。エッジがね、っていう風な音が入ってですね、このね、エッジがね、いいんですよね。かっこいい。次いきますよ。いい。いいね、リーダー。リーダーはすごく真面目な性格ですかね。小田和正さんの声の雰囲気を忠実に再現しているような感じがありますよね。そこに自分の良さを乗っけるっていうね、さっきも言いましたけど、おそらく小田和正さんが歌っている今日もどこかで、これね、相当練習したと思います。小田和正さんの発声法までしっかりとリサーチしたんじゃないかなっていうふうに思うぐらい特徴を捉えてますよね。もう一回聞いてみましょう。絶対そう。絶対小田和正さんのね、原曲を聴いてめちゃくちゃ練習してる、これは。やっぱりね、JO1 って、ものすごい練習をするイメージだったんですけど、もう間違いないですね。リーダー翔さんもかなり練習したと思います、これは。じゃないとね、ここまで雰囲気出せない。すごいですね。次いきますよ。もうね、すごい小田和正さん集がしますよね。今ちょっと日本語が聞き取りづらい感じになっちゃいましたけど。いや、ここまでね、原曲の雰囲気を大事にして自分らしさを出すって素晴らしいですよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。もうね、リーダーの声はすごく聞いててホッとするんですよね。で、リーダーの歌声って喋り声に近い感じじゃないですか。これは自分が本来持っている声の良さというものをものすごく大事にして歌声にしてあげるっていうことですよね。なので自分の中の魅力をですね、最大限に歌に乗せることができるんですよね。いやー、素晴らしい。僕はね、どちらかというと喋り声と歌声がまるっきり変わっちゃうタイプで、だから翔さんみたいな歌声すごく羨ましいです。次いきますよ。きっとのこのね、発音。子音の強さっていうのもね、すごく際立ってましたよね。ここで子音を強く出すことによって、このきっとっていう言葉の意味合いが強くなりますよね。もう一回聞いてみましょう。誰かがきっとみたいな感じをね、
もうセリフで言うとするとこういう感じになると思うんですけど、これをね、歌で表現していたかなというふうに思います。もうね、感情表現のバリエーションがリーダーはね、すごいですよね。本当に会話の延長線上で歌を歌っているような、そんな感じがします。素晴らしい。次いきますよ。あ、いい。受け止め。ここね、息の音に変えてるような歌い方。こう、切ないですね。すごく感情が伝わってきます。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいね。いや、ほんと素晴らしいですね。次いきますよ。わあ、いいね。うまいね。やっぱね、純喜さんね。もうテクニック的にはね、もう本当にハイレベルですので、細かいところのちりめんビブラートだったり、よく聞かないとわからないようなテクニックがね、ところどころに入ってたりするんですよね。もう一回聞いてみましょう。おい。キリノのこのしゃくりとかね。いや、もう本当にね、もうテクニックの宝庫っていう感じですよね、純喜さんの歌声は。次いきますよ。おい。この曲始まって初めてかな、声を前に飛ばしたんですよね。ずっと後ろに引くような声だったんですけど、今の高いところで前方向に向かって声を飛ばしているっていうイメージ。こんな感じの質感が出てきました。先ほども言いましたけど、声っていうのは前方向に飛ばすイメージで歌を歌うと強い声になりますので、今のポイントね、すごくわかりやすかったと思いますんで、もう一回聞いてみましょう。斜め上って感じかな。真ん前ではないですけど、眉間のあたりから空に向かって声を飛ばすような、多分そういう方向で声を出してるんじゃないかなというふうに思います。次いきますよ。この高いところはもう完璧ミックスボイスですよね。口の中の空間を狭くして、鼻腔のですね、この後頭部側って言いますか、この辺を使うんですよね。こっち側じゃなくてね、この辺なんですよ。この辺で声を作って前方向に出していくみたいな、そんな感じの発声法だったと思います。もう一回聞いてみましょう。で、こういう感じで声を出していたら低いところになってもこういう感じで出すんですよ。そうすると音が下がっても声質が変わらないっていうね。そういった原理です。次いきますよ。なろう。最後ね、切りましたよね。だろう。じゃなくて、だろう。切りましたよね。このね、空気がこう止まったようなね、雰囲気がものすごくかっこよかったです。もう一回聞いてみましょう。ほら、だろう。ね、これね、空気止まった感じいいですよね。かっこいいかっこいい。次いきますよ。ほのこの最初のほも子音の方が先に出てますよね。ほーみたいな。ワン、ツー、ほじゃなくて、ワン、ツー、ほーみたいな。ちょっとね、今大げさにやりすぎましたけど、こう最初に子音を出すことによって、マイクを通しても言葉がわかりやすいっていうかね。ああいったライブのマイクっていうのは、どうしても言葉がもやもやしてしまうので、子音を強く出してあげた方が歌詞がですね、聞き取りやすいんですよね、聞き手側は。なので多分その辺をね、意識した歌い方だったんじゃないかなと思います。確認してみましょう。ほらほら。ね、今ね、ほーって言ってたでしょ？多分ね、こういう風に僕が説明するとね、あ、なるほどってなると思うんですけど。じゃあ次行きますよ。いいね。全体的に力強くなってきてますよね、歌い方が。やっぱ後半になるにつれてね、こう盛り上げた雰囲気を出すというか、そういった感情表現なのかなというふうに思います。確認してみましょう。
うんうん。でね、語尾がね、こう、裏声にこう、くるってひっくり返したようなニュアンスが、ところどころに入っててね、そこがね、切ないんですよね。すごくね、かっこいい。次いきますよ。あららら。うん。今ね、ちょっとね、声が裏返ってしまったりしましたけど、これも含めてね、かっこいいですよね。なんか、もう感情を込めすぎて声が裏返るっていうのは、僕はね、そういうところすごく好きで、ライブならではかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。超かっこいい。うんうんうん。ああ、いいね。いいね。ライブじゃないとね、こういう声は聞けませんからね。いやー、ほんと素晴らしいですね。次いきますよ。もう締め方も最高ですよね。こうフェードアウトしていくみたいな雰囲気が出てましたよね。もう一回聞いてみましょう。下ってみたいな、こういうでみたいなね、すごくいいですね。次いきますよ。この辺は翔さんらしさが出ていたかな。小田和正さん的な雰囲気というよりも JO1 の与那城翔さんの個性っていう感じのね、そういった表現だったんじゃないかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。いいね。ここで翔さんもね、後ろに弾く声を使ってますよね。やがて上がるみたいな、こういう感じの声質。後ろに弾きながらですね、鼻に声を入れるんですよね。すごく優しい声質ですよね。次いきますよ。翔さんとは対照的に純喜さんはかなり強い声を使っていますよね。翔さんが後ろに弾くに対して純喜さんはですね、前方向っていう感じの声の出し方だったかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。全体的にね、音域が上がったから、それも影響してんのかな、強い声になってるっていうのは。ただね、めちゃくちゃかっこいいですね、この歌い方。やっぱ純喜さんの歌い方かっこいいですよね。次いきますよ。もうね、すごすぎて笑うしかない。いやー、素晴らしいですね。ずっと聴いていたい声質ですよね。純喜さんも、翔さんもそうなんですけど、この二人のタッグは素晴らしいですね。次いきますよ。翔さんはここで初めて前方向に向かった声を使ってますよね。今までずっとね、後ろだったんですよ、翔さんは。で、最後のサビっていうのもあって、多分一番ね、盛り上がる声質を使っているんじゃないかなというふうに思います。確認してみましょう。この辺。この高いところはね、完璧前方向ですよね。やっぱりね、さっきも言いましたけど、感情表現のね、バリエーションがすごいんですよ。なんか、同じ言葉を2回言ったから今自分の中ですごい違和感があったんですけど、また同じこと言ってるみたいなね。ただね、何回も繰り返して言いたくなるぐらい、ほんと素晴らしいんですよ。翔さんの表現っていうのはね。これね、本当に伝わってほしい。次いきますよ。一番声抜けのいい声ですよね、ここ。ミックスボイスを使うと思いきや、ここは地声かなというふうに思います。ミックスボイスだと全体的にもうちょっとね、声のパワー感がこう薄くなっててもおかしくないんですけど、すごくこう声にパワーが乗ってますよね。なのでここは地声で歌ってんじゃないかな。もう一回聞いてみましょう。多分ですけど、地声じゃないかな。この音域地声で出せるって僕はすごいなと思って、かなり高いのに地声を使うっていうと、やっぱりどこかで無理してる感じが出ていてもおかしくないんですけど、すごくリラックスした感じの声質ですよね。こ
これはね、相当ハイレベルな声の出し方ですよ。次いきますね。今ちょっと中途半端なところで止めてしまいましたけど、思ってる。ここがね、こう力が抜けた感じがして、すごくこう心地よかったかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。すごく鼻のね、声の響き使ってますよね。一気に音域が下がってしまうようなポイントだったじゃないですか、今は。なのでそうなると、声を出す方向もね、下がりやすいんですよ。多分その辺を修正するために、鼻に多めに声を入れた歌い方したんじゃないかなというふうに思います。次いきますよ。いいね。この笑顔になった瞬間ね、すごく爽やか。で、声っていうのは、かなり表情に左右されます。明るい顔をしたら明るい声になるし、暗い顔をしたら暗い声になる。なのでね、今、リーダーがね、めちゃくちゃ爽やかな笑顔だったじゃないですか。なのでね、声も爽やかになってますよね。もう一回見てみましょう。リーのところがね、こう、ニコって笑ったところが、すごく爽やかな声質かなというふうに思います。次いきますよ。爽やか。すごくね、伸びのあるいい声でしたね、今ね。しっかり腹筋を使って声を支えてる証拠ですよね。で、腹筋を、見えないけど、腹筋をですね、支えにして、そのまま鼻まで声を押し上げるようなイメージで声を出してるんじゃないかな。僕だったらね、そういう風なイメージで、今のリーダーみたいな声を出したいときはね、そういう体の使い方をするかなという風に思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。すごくね、こう、口が開いていて、口腔の響きもすごく綺麗に出てますよね。いやー、素晴らしい。次いきますよ。許しのこの C がね、力強くてかっこよかったですね。その C のところだけ腹筋の力がね、グッて入ったような、そんな感じがしました。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。で、今腹筋って言ったんですけど、正確には腹筋と背筋でこうグッてこう挟み込んだような体の使い方なんですよね。このグッっていう風に挟み込んだ反動っていうか、このね、圧力を使って声を出すみたいな、そういった感じの歌い方だったかなという風に思います。次いきますよ。だね、張りのある声から一気に優しい声。この落差がね、素晴らしいですよね。あそこまでね、強い声出したら、今のところ、パワー感が乗っててもおかしくないですよね。その前のフレーズの雰囲気をこう引きずってね。でもこう、一気にこう、くるっとね、表現を変えて、優しく歌うって、この切り替えが素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。いいね。最高ですね。次いきますよ。なるほどね。こう、優しく来るわけね。優しく来るわけね。とか言っても、テンション爆上がりなんですけど、さっきね、リーダーがめちゃくちゃ盛り上げたから、次ね、純喜さんの番だろうなというふうには思ってたんですけど、こういうふうにね、優しく入るとは思わなかったですね。全体的にウィスパーボイスを使っています。もう一回聞いてみましょう。かがも喉の奥を広げてますよね。誰かがこういう感じで喉の奥を広げることでウィスパーボイスをコントロールしてるのかもしれないですね。次いきますよ。これはね、後ろに引いた声ですよね。今日のね、解説のテーマは前に出す声か後ろに出す声かみたいな感じの流れになっちゃってますけど、なので声質のコントロールっていうのは声を出す方向をどっちに向けて出すか、これだけで実はね、声質ってコントロールできたりします。強い声か弱い声かのこの2択だったらね、声を出す方向で全然変わってくるので、もしね、興味ある方試してみてください。もう一回聞いてみましょう。
こういうね、音域が上がったところは、後ろに引いた方が声質的に柔らかくなるっていうか、強くなりすぎないので、結構使えるテクニックなんですよね。割と高い声を出して前方向に声を出した場合、強すぎちゃう場合っていうのは結構あって、それをこう中和するために高い声は後ろに引くみたいな、そういう出し方する人結構います。次聞いてみましょう。今日もどこかで君のこと、まさしく今言った説明を翔さんがやってましたね。一番高いところで後ろに、後ろに引くっていうか、このつむじに向かってこう声を出してるみたいな感覚の声質だったかと思います。もう一回聞いてみましょう。まさしくそうですね。今歌ったところは全部このつむじ方向に向かって声を出すような、そんな歌い方だったと思います。次いきますよ。これは後ろに弾いてますよね。で、喉がしっかり開いているので、声の響きがめちゃくちゃ豊かなんですよね。この声の出し方も聞いていてホッとする理由の一つかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。もう癒されますね。素晴らしい。次いきますよ。なるほどね。ここからユニゾンなんですね。ユニゾンっていうのは同じメロディーを、2つ以上の音で演奏。今回の場合は歌うっていうのをユニゾンって言ったりします。で、オクターブで歌う場合もユニゾンって言ったりします。オクターブっていうのはドレミファソラシドの低いドと上のドが同時になってる。で、この関係でこうメロディーが動いていくみたいなね。それユニゾンって言ったりします。次いきますよ。グッときますね。やっぱりね、2人でこう歌ってる姿を見るとね。2人で歌ってるのでね、ここは歌声解説っていうか、僕の感想を語っていきたいと思います。いや、ほんと素晴らしいですね。次いきますよ。いい。これで終わりなのかな？終わりなのかな？エンディングで2人で歌うってこれずるいでしょ。絶対感動するじゃん、こんなんね。いやー、最高ですね。まだちょっとね、動画残ってるんで見ていきたいと思います。歌うかな？まだ歌うかな？歌わない。最高でした。JO1 カバー。今日もどこかで。オリジナル by 小田和正。歌声解説していきました。いやー、やっぱりね、素晴らしいですね。純喜さんと翔さんの歌声はね。二人ともめちゃくちゃね、声の出し方が安定していて、でテクニックもすごい、表現もすごい、日本でもトップクラスのボーカリストなんじゃないかなっていうふうに僕はね、思っているんですけど、今回はね、二人の凄さというものを再確認できました。やっぱりね、カバー動画僕好きですね。もっとね、いっぱい公開してくれたらね、僕個人としては嬉しいんですけどね。次はどんなカバー動画が公開されるのか楽しみにしていたいと思います。それでは今回の動画この辺で終わりにしたいと思います。動画の内容気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではボイストレーナーの鶴さんでした。